こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回は私が思う片付けが苦手な人の特徴5選をお話ししていきたいと思います。片付けが苦手な人の特徴なんていう大変失礼な今回のテーマなんですが、種明かしをすると、これから挙げる特徴は実は全部過去の私なんです。小部屋出身の私が今だからわかるなぜ片付けられなかったのか、そしてそこからどうやってすっきりとした暮らしに変えることができたのか、私の経験をお話ししたいと思います。ただしこれから紹介する特徴に当てはまる方を否定する意図は全くありません。あくまで私の超個人的な経験談と思って聞いてください。私の実体験がなかなか片付けがうまくいかないという方の悩み解決の糸口になってくれれば嬉しいです。それではスタートです。一つ目は物が多いです。私が片付けられなかった原因の9割は物が多いからでした。私はかなりズボラな性格なので、物をきれいに揃えられないから、きれいにしまえないから、だから片付けができないんだってずっと思っていました。思い返せば昔から祖母には物をまっすぐ置きなさい、端はきちんと揃えなさいと何度も怒られていましたし、その度に直そうとはしましたが、いつまで経っても物はきれいに整えられませんでした。多分これはもう性格だったり感性の問題なので、頑張っても私はきれいに揃えることができないんですよね。でも捨て活を始めてみたら、そんな私でもみるみる部屋が整っていったんです。余白を残した棚は一見きれいにしているようにも見えますが、実は適当に物をただ置いているだけだったり、小物をカゴに放り込んでいるだけです。物が減り、部屋に余白が生まれたら、斜めに置かれた椅子があっても部屋自体はすっきり整って見えました。ズボラな私にとって片付けができないという悩みの一番の解決策は、まず物を減らすことだったんです。整理整頓という言葉がありますが、皆さんは整理と整頓の違いってご存知でしょうか？整理とはいるものといらないものを分けて、いらないものを処分すること。一方、整頓とはいるものを使いやすい場所にきちんと置くことだそうです。このきちんと置くという整頓が著しく苦手な私は、いらないものを処分するという整理に力を入れることで、苦手な片付けを克服することができました。整頓よりも整理に力を入れて片付けをすることは、ただ私に合っていただけでなく、他にもメリットがありました。例えば効果の持続力です。整頓ってきれいに畳んで戻したり、まっすぐ置いたり、常に整頓し続けないときれいを維持できませんが、一方整理は一度処分してしまえばその効果はずっと持続します。おかげで捨て活を続けてきた2年間、リバウンドすることなくすっきりとした部屋を維持することができています。片付かない理由は物が多いから。きれいに置く整頓が苦手な方こそ、ぜひいらないものを処分するという整理で片付けをしてみてください。2つ目はもったいない病にかかっているです。もったいない病自体は決して悪いものではなく、むしろ物を大切にしようという優しい気持ちから来ていると思います。ですが私はその才能を悪い方向に作用させてしまっていました。私は物は最後までちゃんと使い切りたいと、服は人前で着れなくなるほど傷むまで、物は壊れて使えなくなるまで捨てませんでした。でもその結果、着ない服、使わないもので溢れる家になってしまいました。そして捨て活でたくさんの使わないものを手放しながら気づいたのは、本当の意味で物を大切にできていなかったということです。着てこそ服として意味があったし、使ってこそ物の価値があったということに気づかされました。たとえもったいないと取っておいても、使う未来が来る確率は低く、未来の自分に捨てる責任を押し付けていただけでした。一方でもったいない病って実はミニマリストにとても向いていることにも気づきました。もったいないという気持ちをうまく使えるようになったら、
自然と物も減っていきました。もったいない病の上手な使い方、まずは使わないことの方がもったいないと考えるです。こう考えるようになってから、まだ使えるけれど一切使っていないアイテムも少しずつ手放す決心がつけられるようになってきました。そして大切なものこそ積極的に使おうと思うようになりました。せっかく買ったグッズは保管しておくのではなく、使い倒そう。大切な服だからこそたくさん着ようと考えるようになり、普段からお気に入りのものを使えて暮らしもハッピーになりました。また手に入れるときにもったいなくないか考えてみるのも大切です。昔の私は捨てるときに捨てるのはもったいない、環境に良くないと渋るくせに、買うときは特に深く考えず安易に買ってしまっていました。物を買うときにも、もしすぐ捨てることになったらもったいないと、もったいない病パワーを使うことで買うこと自体にとても慎重になることができました。さらにお金がもったいないと考えてみると、もっとお財布の紐が固くなります。そして物によって失う自分の時間こそもったいないとも考えるようになりました。物がたくさんあるだけで失う時間ってあると思うんです。たくさんのストックがあれば在庫管理が大変になりますし、物の数が多ければそれだけで掃除の手間も増えます。いつか読まなきゃと取っておいた本や教材も、本当にもったいないのは気の進まないことに取り組む自分の時間なのかもしれません。時間とは人生そのものです。物よりも自分の時間こそ一番大切にしたいと考えるようになってから、物を持つ基準がより高くなった気がします。このようにもったいない病をうまく使うことで物が減り、少しずつ苦手な片付けを克服できるようになりました。3つ目は安いからと物を買ってしまうです。もしも買う理由が安いからだったら注意です。私は安いものが大好きで、駅ビルでタイムセールの声が聞こえれば迷わず飛び込み、何かいいものはないかと探し回っていましたし、100均でアイデアグッズを見つけると、安いしまずは使ってみようと迷うことなく買っていました。お得だからと一人暮らしなのに大容量の食品もたくさん買っていましたし、無料でもらえるものはきっちりもらっていました。でもその結果、衣装ケースはいつもパンパンでしたし、使わないもので家は溢れ返っていました。大容量の食品は賞味期限切れで結局処分することにもなってしまいました。そして安いからという理由で衝動的に買ったものほど愛着は湧かず、すぐに使わないものになっていき、そして欲は止まらず、さらに新しいものが欲しくなりました。捨て活をすると、安いからという理由で買った大量の服、アイテムを結局手放すことになり、そんな安物買いだった過去の自分を反省しました。今は買い物をするときに思い出すようにしている言葉があります。それは、買う理由が値段ならやめておけ、悩む理由が値段なら買えです。これちょっとハッとさせられますよね。今も変わらず100均とかユニクロとかお得なものは大好きです。でも今は安いから買うのではなく、必要だから買うを意識して購入するようにしています。この基準で買うようになってから、家の中に入っているものの量が格段に減りました。そしてしっかり悩んで買ったアイテムほどとってもお気に入りになりました。お気に入りの一つがあれば他のたくさんのアイテムはいりませんよね。そうすると部屋のスッキリも自然と維持され、片付けいらずのお部屋に変えていくことができました。4つ目は時間がないです。片付けができないのは時間のせいではなく、実は片付かないから時間がなかったんです。お部屋時代、私は部屋が片付かない負のループにはまっていました。忙しい仕事から疲れて家に帰ってきて、すでにいっぱいの収納にしまうのは面倒なので、荷物も服も脱ぎっぱなし、出しっぱなし。お皿は他にもあるしいいやと、洗い物や排水口の汚れも放置しました。そして一度散らかると、さらに上に物を重ねて置いてしまったり、水回りもみるみる汚れがたまり、余計に片付けのやる気を失いました。
週末の片付けは1日がかりの大仕事。結局疲れが残ったまま、また片付かない平日が始まっていきました。これは全て時間がないせいだと思っていました。ですが本当は逆で、片付けができないから時間がなかったんです。物を減らしてから少ない時間で片付けができるようになり、むしろ自由な時間が増えていきました。床に置いているものが減り、掃除の手間が小さくなりましたし、物を探し回る時間もなくなりました。服が少数精鋭になると、毎朝着る服に悩む時間も短くなり、衣替えの手間も小さくなりました。そして時間に余裕ができると、心の余裕もでき、無理せず片付いた部屋を維持できる好循環を作ることができました。今もたまに部屋が荒れてしまうことはありますが、それでも物が少ないおかげで、朝のたった5分、元気があるほんのちょっとの時間でリセットすることができています。時間がない、そんな時こそ片付けが大切でした。5つ目は、他人軸を大切にしてしまっているです。これが片付けられない根本原因でした。昔の私は自分に自信がなく、人によく見られることや他人が良いということに従うことで自分に自信をつけようとしていた気がします。いい年なんだからいいものを持たなきゃと、いくつもブランドバッグを持ったり、いつも同じような服を着ていると思われたくないからと、たくさんの服を持っていました。テレビ番組や CM で紹介される、あれをした方がいい、これをした方がいいという言葉を全て鵜呑みにしていたら、美容グッズや生活用品がどんどん増えていきました。でも、いくら他人基準で着飾っても、いくら物を増やしても、自分が本当に満たされることはありませんでした。それどころか、世の中のいいと思われるだろうという基準に合わせることで必死で、心が疲弊するばかりでした。そんな他人の価値観に流されていた自分に、捨て活を始めてからようやく気づくことができました。捨て活は単に物を捨てる作業なだけでなく、自分にとって何が大切か、何が不要かを知っていく作業でもありました。物を捨てるうちに、自然と自分軸が分かるようになっていきました。少数精鋭の服に縛られると、お気に入りの数着さえあれば十分と思えるようになりました。重たいブランド物で着飾ることや、高いヒールを履くことをやめたら、自分が大切にしたいのは快適に過ごす時間だということに気づきました。テレビを手放すと、世間の流行りや意見に流されなくなりました。というか、世間の流行りが分からなくなりました。いろんな人に言われるやった方がいいことって、言い換えれば実はやらなくてもいいことだったということにも気づかされました。そして物よりも経験を大切にしたいという自分にとって大事な価値観に気づくことができました。捨て活を通し、自分にとって大切なもの、大切でないものが分かると、捨てる基準が明確になり、もっと物を減らすことができて、片付けがより簡単になっていきました。そして自分の幸せと他人の幸せは違うことに気づくことができ、少ないものでも自分軸で自分を幸せにしてあげることができるようになった気がします。以上が片付けられない人の特徴5選でした。この動画で紹介した私の経験が片付けたいと思っている方の少しでも手助けになったら嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。新たな試みとしまして、捨て活のお悩み相談をしたいと思っています。皆さんが抱える捨て活のお悩みに YouTube 動画もしくはインスタのストーリーを通して私なりにお答えしたいと考えています。小さなことでも構いません。お悩みや質問があればぜひぜひ動画のコメント欄もしくはインスタグラムのストーリーまたは DM で送ってください。すべてのお悩みに答えはできないかもしれませんが、私の経験を交えながら精一杯お答えしたいと思っています。お気軽に送っていただけたら嬉しいです。それでは、もったいないというお餅を